よいしょ。うわ、怒ってる。なんかめっちゃ怒ってます。なんで？朝ごはんですね。朝ごはんです。いただきます。さあ、コーヒー休憩です。この前母親が鍵を落とした隙間です。ちょうどここでガサガサやってたんですよね。エレベーターホールで。さあ、ということで、外に出てきました。もう今日もね、結構遅めに起きてしまって、朝ごはん食べて、ちょっとゆっくりして。でも午後になってしまったんですが、ちょっとね、どうしようかな、まだ、とりあえず少しドライブしたらご飯食べに行こうと思ってるんですけど、どこに行こうかとかもね、全然決めてないんですよね。ちなみにこれ、今これ GoPro をフロントガラスにマウントして、撮影して撮ってるんですけど、こうやってナレーション入れるときとかね、結構編集してて、めちゃくちゃ音声聞きづらいなと思ったんですよね。やっぱり、なんかね、ピンマイクとかを口元まで持っていけば、ちゃんと音取れるんですけど、これフロントガラスにマウントした状態で、結構、数十センチ離れた状態で撮ってるんで、口元からマイクも離れてるし、で、しかもこの車のロードノイズとかそういうのもあるんで、結構音取りづらいんですが、ちょっとね、エアコンの風量を最低に今してみてます。これでね、今もう汗が吹き出してきてるんですけど、これで少しは聞きやすくなったんじゃないかなって思うんですよね。編集時に音を上げたりとかはね、してはいるんですけど、それでもやっぱりね、結構離れた位置で音取ってるとノイズとかが出ちゃうんですよね。なんかね、本当は外付けのマイクとか、つけた方がいいのかもしれませんが、ちょっとそれも考えようかと思います。なんかね、昔ワイヤレスマイクみたいなの持ってたんですけど、なんかそれがね、壊れちゃったんですよね。だからそれの、替えになるようなものをなんか買おうか考えてますが、さあ、ということで今日は、ゆっくりめに一日がスタートしましたが、今ちょっと特にここといった目的地はなく、どうしようかなって考えながら走っております。とりあえずこのね、会津若松のシャッター街を抜けて、あれですかね、久しぶりにドンキホーテのフードコートでも行ってみようかな。あそこにね、なんか、昔好きだった広島焼きのお店があったんですけど、この前パッと見たらなんか、韓国料理みたいな感じになってたんですよね。お店の名前は変わってなかったんですけど、あそこの広島焼きがあったらね、あれ食いたいんですけど、ちょっと行ってみて、もしあったら広島焼き食べようかな。で、もしなかったら、その韓国料理のビビンバとかでも、ビビンバも好きなんでいいんですけど、広島焼きなかったらビビンバでも食べてこようかなと思いますね。ビビンバとかもともとあって、ビビンバとかも食べたことあったんですけど、すごい美味しいんですよね。なのでちょっと、まださすがにね、時間的には結構遅いんですけど、昼ご飯食べて朝ご飯食べてまだ3時間4時間ぐらいしか経ってないんで、ちょっともう少しお腹を空かしてからですかね。うわー、これどこも混んでますね。やっぱりお盆の時期ダメですね、本当に。なるべく快適にドライブするなら、街から離れた方がいいかもしれません。どこも混んでますね。ドンキのとかもね、あそこね、本当に混んでる時はめちゃくちゃ混んでるんですよ。もうお店のそもそも駐車場に入れなくて、道路が行列になってるくらいなので、もうね、お盆の時期出歩いても道路は混んでるし、人は多いし、渋滞してるしってことは分かってはいるんですけど、だからといって家にいても暇なんですよね。なので、でもまだここは大丈夫かな。でもここ一応黄色表示になってるんで、そこそこ混んでるんじゃないかなと思いますね。この赤のとこにはぶつかんなければ大丈夫だと思う。黄色はしょうがないかな。はい、鶴ヶ城とかも、うわ、めっちゃ並んでる。お城に入るのにめちゃくちゃ並んでます。いやー、てかやっぱダメでした。一応このマイクに音取り
ノイズとか少なくなるようにエアコンの風量を最弱にしたってさっき言いましたが、やっぱダメです。もう汗が吹き出しすぎて辛すぎたので、それはもう無理です。エアコン普通に、風量を、中くらいにしてますが、いやーほんとこの暑さも異常。今日も34度あるみたいなんで、いやほんとなんかこの時間外を歩いてる人すごすぎますね。まだこれ車があるから外に出てますが、車が使えなかったら多分ずっと引きこもってると思いますね。私寒いのは強いんで、冬場ね、氷点下になったりとか、大雪が降ったりとかしても普通に出かけたりするんですけど、暑いのって本当に弱いんで、ちょっとでも暑いなって感じるともう外出たくなくなるんですよね。もうね、20度超えると暑く感じますね。1桁台とか10度台くらいで年中あってほしいなって。さすがに氷点下とかになってくるとね、少し防寒対策とかするんですけど、20度超えると暑いなと思ったりしてしまいますね。だからもう30度超えとかはもう自分の中ではもうありえないですね、本当に。もう会津なんかもすごい湿度高いから、まだ仙台も暑いですけど、会津は余計湿度高いんでっていうのもありますし、台湾に行った時も本当に死にそうになりながら歩いてたんで、もう1日でっかい1リットルぐらいのペットボトルを1日で4、5本ぐらい飲んでたんで、いや本当改めて自分は暑いのに弱いんだなって思いますね。ここ先行くとですね、ラーメン屋さんとかなんかスタバとかがあるエリアがあるんですけど、そこもねめちゃめちゃ混んでるんですよね、いつも。さあ混んでるかな、なんていうんだっけここのエリアの名前、FA タウンでいいのかな、あそこに書いてあるけどっていうとこなんですけど、ここもねもう駐車場が止められなくて苦戦したことが何度もあるんですが、うわやっぱ混んでるわ。ちょこちょこ駐車場止められそうなところはありますが、人は多そうですね。私ねドライブがすごい好きなんで、ドライブできてるだけで満足なんで、せっかくなんでねどっかね美味しいもの食べたり、面白いところ行ったりできたらいいんですが、混んでたりめっちゃ混んでたり並んでたりしたら無理して別に行かなくてもいいやって思っちゃうんですよね。なのでそうなると最悪コンビニ飯とかになっちゃうような気がします。ドン・キホーテ見てみてですね、でもこの調子だとドン・キホーテが空いてるわけもないと思うんですよね。あの時は最高でしたね。8月の初めぐらいに台湾に行く前にドライブしたんですけど、あの時はねどこ行っても空いてて、ドン・キホーテも空いてて、いつも行ってる北方ラーメンのお店もすごい空いててパッと入れたりしたんで、あの時は良かったんですけど、もう覚え張っちゃうとダメですね本当に。そこもう今もうすでに2時くらいになってるんで、なんかもう、すでにランチタイムは終わり時だと思うんですが、もう3時くらいに行ったらもうさすがにフードコートも人少ないんじゃないかなと思いますね。フードコートなんて飲食店とかだったら営業時間終わっちゃうかもとか思ったりするんですけど、私フードコートに行こうとしてるんで、危ねえなカラス。フードコートだったら多分そのモールの、営業終了時間までやってると思うんで、ちょっとそれを期待してわざともう3時とかに行ってみようかなと思いますが、どうでしょうか。同じようなことを考えてる人がたくさんいれば混んでるかもしれませんが、朝ごはん食べたのも遅かったことだし、コーヒーとかも飲んできたんで、もう少し腹持ちするかなっていう感じなので、ちょっとわざと遅い時間に行ってみようかと思います。もうだんだん田舎の風景って感じですかね。今ここは会津総合公園だっけかなとか、野球場とかあるあたりにいますね。もうここら辺まで来ると結構ね車通りも少ないし、もういつも空いてるんで結構ドライブにいいんですよね、ここら辺は。お店とかはね、お店もコンビニも少ないんですが空いてるし、道路も広いし、なんか自然豊かな田舎道っていう感じで、歩くとなると最悪なんですが、ドライブしたい時はねいいエリアなんですよ。
でちょっとドライブがてらここはあれですね、大川ダムとかのあるところかな。大戸の方からずーっと来て、あっちの方行くと南会津のところなんですけど、いや結構混んでましたね。なんかあれですね、芦ノ牧温泉のところでなんか事故かなんか突っ込んでる車がいて、それでめちゃくちゃ渋滞しておりました。あ、下郷町なんだ、ここら辺。下郷町みたいです。こんな感じになってますね。ちょうど大川ダムのところで、あれもう少し先行くと湯の神温泉があるエリアですね。なるほど。なんかちょっといい感じの休憩スペースがあったんで、誰も使ってませんが、寄ってみました。多分ね、ちょうどこっからは見えるかわかんないですけど、道路から見えたんですが、これがちょうど大川ダムの湖だと思います。で、あっちの方に行くとダムがありますっていうエリア。涼しいですね。今、外の気温29度です。やっぱここら辺標高も高いし緑も多いっていうことで結構涼しいです。ちょっと休憩していこうかな。よし、じゃあそろそろ戻ろうかな。はい、ドン・キホーテに来てみました。なんか意外と空いてるというか、結構屋上駐車場は空きがあるし、下の駐車場も結構空いてました。もうなんならね、外の道路まで並んでるくらいかと思ったんですが、なんか全然そんなことなかった。期待できる。でもやっぱり時間ずらしたからかな。もう3時になるとこなんで、これがね、お昼時だったらね、めちゃくちゃ混んでたかもしれませんが、この時間なのでこれで済んでるのかもしれません。あ、そしてこれエスカレーター使えないんだっけ。あ、そうだね、土日祝日のみって書いてありますね。開かないかな。開くじゃん。あ、使えるじゃん。あ、でも一応お盆って祝日なんですか？そんなこともわかんないんですけど。あれめっちゃ空いてるじゃん。やった。さあこの調子でフードコートも空いててくれ。お、なんかそこそこなんかゲーセンの方が人多いから混んでるかなと思ったんですけど、フードコートは全然空きがありますね。なんとスープバーがつくみたいです。前こんなのなかったのに。チキンコンソメスープ。さあ、あそこのピーコックというお店で豚キムチっていうのを注文してみました。でチーズトッピングプラス100円です。やっぱね、なんか韓国料理のお店になっちゃったんですかね。前は広島焼きとかがあったんですが、なんかなくなってました。なんか探してもないです。うまい。結構弁当とかも売ってるんですね。あれ求めてくる人も結構いるみたい。結構量が多そうでした。いいかも。うわ、来ました。めちゃくちゃうまそう。これすごいですね。目の前でこの釜みたいなのをコンロの上から出してくれて、もう本当にもう今出来たて30秒くらい。すっごい、めちゃくちゃすごい。フードコートの料理にしてはかなり本格的なやつが出てきました。結構具材も多いし量も多いですね。広島焼き前食べた時も結構量が多くて気に入ってたんでね。やっぱりそしてすごい本格的だし、なんか広島焼きではなくなったけど、その本格さとか量の多さとかは引き継いでる気がします。美味しい。いやー、なかなか美味しかった。いや、やっぱあそこの店のね、量が多いっていう前からそうだったんですよね。もう子供の頃なんか全部食べられなくて家族とシェアして食べたりしてましたが、ビビンバもすごい量多くて満足できました。この前見つけられなかったアジア系の雑貨のお店がね、このフロアに入ってるはずなんですけど、ちょっと私がね仙台の家でいつも炊いてるお香がそこに売ってるので、ちょっとね今日は見つけ出したい。これね、チャウアーっていうお店、ライトオンの隣にあるって書いてあったんですけどないんですよね。でハニーズがあそこにあるんだけど、ハニーズここら辺にあることになってますね。ここ違うお店なのにハニーズはこっちですね。だからフロアマップがちょっと信用できない。じゃあもうこうなったら自分の目でこのフロア探してみますか。
こういうね肩掛けのショルダーバッグみたいなのちょっと新しいの欲しいんですよね。私が今使ってるやつは、仙台で忘れてきちゃって、今これは家族に借りたやつ使ってるんですけど、いつも普段使ってるやつもちょっと容量が小さくて、あとポケットが1個しかないんで、こういうね複数のポケットがあって、でさらに中にもポケットがあるみたいな少し大きめのやつが欲しいんで探しております。結構種類あるな。イルーシっていう300円均一ショップと、でさっきのでここがねなんかフロアマップだとこれハニーズなんですけど、ライトオンになってるんですよね。この間にあるらしいんですが、だから多分ここら辺にあることにと書いてあるんですが、ないですね。もうこれはもういいかな。なんかだんだんめんどくさくなってきました。さてコープで買い出ししてから帰ります。よし帰ろう。はい、台湾で買ってきた、パイナップルケーキです。美味しそうね。見てえな。カラケンだ。おお。こんな感じ。こんな感じ。なんか匂いはチーズケーキっぽいな。うん。あ、美味しい。パイナップルの味する？うん。やっぱなんか外側のチーズケーキのなんかタルトの部分みたいな、そんな感じで。で、なんか中のパイナップルなんかあれだね。なんて言えばいいんだ。ドライパイナップルみたいな感じになってます。なんか甘くなさすぎていいね。うん。パイナップルの味がしっかり味わえる。あ、熱っ。綺麗。
ああ、今日も赤続きです。鶴ヶ城のとこまで来ました。はい、来ました。シャッター街です。4.5 キロ。お、ペース昨日より上がったかな。すごいんですけど。おお、本日2回目のビビンバになってしまいます。今日の夜ビビンバっていうことを帰ってきてから知りました。いいよ、食べなくて大丈夫、無理しなくて。食べます。おお、本日2回目のビビンバ。おお。おお、ノンアル。乾杯する以上。はい、乾杯。うん、ノンアルだ。すごい、桃ヨーグルト、美味しそう。カチコチです。